皆さんこんにちは、まゆです。今日は冷凍作り置き弁当5日分をご紹介します。メインのおかず1品と副菜1品の気負わないお弁当レシピなので5食分作るのも簡単です。忙しい日でも冷凍弁当があることでバランスの取れた美味しい食事をとることができ、健康的なダイエットを無理なく続けることができるかと思います。日々のお弁当作りに悩んでいる方や忙しい朝を時短したい方にも特におすすめです。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。冷凍弁当に使用する容器は冷凍と電子レンジ加熱が可能なものを使用します。動画内で使用しているサイズはジップロックコンテナーの 480ml サイズになります。商品のリンクは概要欄に貼っておりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。そしてお弁当箱に詰める前にとても大切なのが除菌です。おかずを詰める前に容器と蓋をしっかり除菌します。煮沸やアルコール、電子レンジなどいくつかの方法がありますが、私は手軽にできるアルコール除菌をしています。お弁当に彩りを与えてくれるブロッコリーを電子レンジで調理します。たっぷりの水が入ったボウルにブロッコリーのつぼみ部分を下に向けて入れ、振りながら洗います。つぼみ部分は虫やゴミが引っかかりやすいので 2,3 回ほど水を変えて繰り返し洗います。ブロッコリーをまな板に置き、茎の付け根に包丁を入れ切り分けます。小房の付け根部分に包丁を入れて切り分けます。大きめの房があれば軸に切り込みを入れ、手で裂くようにして大きさを揃えます。茎は表面の硬いところを切り落として真ん中の柔らかい部分だけを残すように切ります。残った茎を食べやすい大きさに切ります。耐熱ボウルに切ったブロッコリーを入れてふんわりラップをかけて600ワットの電子レンジで3分加熱します。ブロッコリーは1株は使わないのですが、全部切って加熱調理をします。今回使わない分は保存袋に入れて冷凍か冷蔵庫で保存しておくと食べたい時にすぐに食べられるのでおすすめです。使う分だけを調理したい場合は2分の1株の場合は600ワットの電子レンジで2分から2分30秒ほど加熱してください。キッチンペーパーを下に敷いてつぼみの部分を下に向けて水気を取り冷ましておきます。豚こまザーサイ炒めを作ります。厚揚げをキッチンペーパーで包み余分な油を吸収させます。油抜きはカロリーを少しでも抑えるための工程ですが、しなくても問題ありません。厚揚げ1枚を12等分に切ります。長ネギはみじん切りにします。ザーサイは細かく切ってもいいし、大きめサイズのものをそのまま入れても美味しいので、お好みの大きさに切ります。豚こま肉に小さじ3分の1の塩と大さじ2の酒を加え、全体によく絡ませます。大さじ 1.5 の片栗粉を加え、均一にまぶします。フライパンを中火で熱したら豚肉を炒めます。
私が使っているフライパンはフッ素コーティングがされていてこびりつきにくいので油をひいていませんが、お手持ちのフライパンがこびりつきやすい場合は油を適量ひいてください。豚肉の色が変わったら他の食材を加えます。フライパンの半分に豚肉を寄せ、残り半分のスペースで厚揚げを焼きます。ここでザーサイも一緒に加えてしまっているのですが、最初は厚揚げだけを入れ、お好みの焼き加減まで焼いてから長ネギを加えるタイミングで一緒に入れてください。鶏ガラスープの素小さじ3と、加えているところが取れてなかったのですが、醤油大さじ1と豆板醤小さじ2くらいを加えて炒めます。全体に絡んだら出来上がりです。オートミールやお米と一緒に食べることを前提にしっかりとした味付けにしています。薄味が好きな方は鶏ガラスープの素やお醤油の量を減らして調整してください。しっかり冷ましてからお弁当箱に詰めます。冷ましている間にオートミールの米化を作ります。ボウルにオートミール 150g を入れます。木綿豆腐 300g を入れて混ぜます。木綿豆腐の水切りは不要です。絹豆腐を使う場合はしっかり水切りして使ってください。オートミールを5食に分けるのですが、タッパー1つに対して約 90g のオートミールになります。オートミールを平らに広げます。その上に均等な厚みになるようにおかずを平らに乗せます。均等に入れることで電子レンジで温めた際に加熱ムラを極力防ぎます。マヨネーズを少量容器の角に絞り、冷ましておいたブロッコリーをその上に入れます。しっかりと蓋をして冷凍庫で保存します。美味しく食べる保存期間の目安は約2週間ほどです。それ以降も食べることは可能ですが、食材の水分が抜けて冷凍焼けを起こしてしまい、味も落ちてしまうので2週間くらいで食べきるのがいいかと思います。冷凍弁当を持ち運ぶ際は保冷バッグにたくさんの保冷剤を入れて持ち運びます。冷凍弁当は再加熱していただくことをおすすめしますので、職場に電子レンジがある場合がいいかと思います。職場に冷蔵庫や冷凍庫がある場合は冷凍弁当をお昼まで入れて冷やしておくと安心です。食べるときは 600W の電子レンジで5分くらい、持ち歩いた場合の加熱時間は少し短めに加熱してください。冷たい部分が残っている場合は10秒ずつ追加で加熱してください。